2500年前、現在のネパール・ルンビニで生まれたとされる後のブッダ・ゴータマ・シッダールタ。彼はカピラバスタという町で青年期を過ごし、苦悶の末、29歳の満月の夜に悟りを求めて旅に出ます。ふるさとを後にしたシッダールタは南へと向かいます。そしてウルベーラーという地にたどり着くのです。そのウルベーラーこそが現在のブッダガヤ。今日はブッダの修行の物語へあなたをご案内します。それでは2500年前のブッダガヤへ行ってらっしゃい。インドのビハール州ブッダガヤ郊外にそびえるドゥンゲシュワリ山。その山は広大な田園地帯の真ん中に堂々と鎮座しています。その峰はむき出しの岩で武骨な線を描き、まるで見る者を威圧しているかのようです。ふるさとカピラバスタから南へおよそ350キロ。後のブッダゴータマ・シッダールタはこの山を修行の場所に選んだのです。シッダールタは5人の弟子を連れていました。彼らはブッダが教えを説いた最初の5人とされ、ゴビクとして語り継がれています。ゴビクの名はそれぞれコーンダンニャ、バッディア、バッパ、マハーナーマ、アッサジ。コーンダンニャは占星術師で5人のうちの最長老。バッディア、バッパ、マハーナーマは釈迦族の修行者。アッサジは5人の中の最年少でありながら、後に仏教史において重要な役割を果たした人物と言われています。5人の弟子と共にこの山に登ったシッダールタは山腹に洞穴を見つけます。吸い寄せられるように足を踏み入れると、そこではすでにヒンドゥーのサドゥが修行をしていたといいます。シッダールタはこの場所こそが苦行にふさわしいとし、座禅を組み瞑想を始めます。悟りを求めたシッダールタは一日にたった一粒のお米しか口にせず、ひたすら苦行を続けたのです。やがて彼の体は骨と皮だけに痩せ衰えます。シッダールタの苦行は6年間にも及びました。洞穴にこもって6年、シッダールタは外を歩くある少女の鼻歌を耳にしました。少女は歌います。弦は強く張りすぎても緩すぎても音を響かせない。ちょうどいい張り具合が最も美しい音を生み出すよ。その歌に中道の気づきを得たシッダールタは苦行を終わらせ山を降りる決意をするのでした。そのガジュマルの木は現在のスジャータ村の近くに静かに佇んでいます。それは
ブッダガヤからネーランジャラー川を渡った先です。ドゥンゲシュワリ山を降りたシッダールタと5人の弟子たち。シッダールタは極度の飢えと渇きでほとんど歩けない状態でした。ネーランジャラー川のほとりにガジュマルの木を見つけたシッダールタは、あの木の下で休もうと言いました。それを聞いた5人の弟子たちは困惑します。弟子たちは思いました。シッダールタは苦行を放棄したのだと。そしてシッダールタの元を離れていこうとさえしたのです。けれどこの時5人の弟子たちはシッダールタの変化を目の当たりにします。彼の表情はとても穏やかで、何かを悟ったかのように静寂に満ちていたのです。シッダールタは悟りへ至る道は苦行ではなく中道であると考えながら、このガジュマルの木の下で静かにその体を休めるのでした。ガジュマルの木の下で体を休めたシッダールタは、さらに南へと歩を進めました。その先にはセーナー村が佇んでいました。それが現在のスジャータ村です。セーナー村にはスジャータという娘が住んでいました。スジャータは神に祈れば子供を授かることができると信じ、長年セーナー村のガジュマルの木の神に祈っていました。その願いが叶い、新しい命を授かったスジャータは、神への感謝の気持ちを込めて乳がゆを捧げようとガジュマルの木へ向かったのです。黄金の鉢に入れた温かい乳がゆを手に、スジャータはガジュマルの木の下にたどり着きました。そしてガジュマルのたもとに座る痩せ衰えた男を見つけるのでした。その男こそがゴータマ・シッダールタだったのです。スジャータはシッダールタをガジュマルの木の神だと思い、乳がゆを捧げます。けれど苦行の道を捨てきれないシッダールタは、差し出された乳がゆを断りました。スジャータは言いました。あなたの体は枯れ果て弱っています。このままではあなたが求める悟りにたどり着くこともできません。この食を受け、心と体を癒し、再び道を歩まれるのです。その言葉に、完全なものは極端ではなくバランスの取れた状態であると気づいたシッダールタは、スジャータが差し出した乳がゆを口にしたのでした。スジャータから乳がゆを受け取ったシッダールタの体力は次第に回復していきました。そしてシッダールタは苦行を放棄する決意を固めるのでした。5人の弟子たちは、シッダールタはもはや悟りを求めるものではないと考え、彼の元を去っていきました。残されたシッダールタは悟りを求め、ネーランジャラー川を渡った先の森の中にある菩提樹の下で瞑想を始めました。するとどこからともなく森の蛇が現れて、シッダールタの身を守ったと言われています。しかしシッダールタはここでも悟りに至ることはできなかったのです。
けれどその時は確実に近づいていました。森を出てネーランジャラー川で沐浴をしていたシッダールタは、水面の先にそびえるもう一つの菩提樹を見つけます。そして吸い寄せられるようにその木の元へと向かうのでした。その菩提樹のたもとこそが、シッダールタが悟りを得て目覚めたものとなった場所だったのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。インド・ブッダガヤ編エピソード6、いかがでしたか。2500年前に遠く北の地からこの町へたどり着いた一人の修行僧。彼が踏みしめた砂と体に感じた風は今も変わらずここにあります。かつては果てしない森が続き、豊かな川が流れていたとされるこの場所で、ゴータマ・シッダールタは苦行の道を進みます。生き物が生まれながらにして持つ苦しみと向き合い、そこから逃れる術を追い求めたのです。物質的な豊かさを全て放棄した若き王子が抱えた苦悩と心の旅路は、今もなおこの町へと続いています。大きな岩山から南を振り返れば、どこまでも続く平原が瞳に飛び込んできます。田園と砂煙とそこに差す日の光とが織りなす光景は幻想的で、この世のものとは思えないほどに美しい。シッダールタと5人の弟子たちもこの景色を目にしていたのでしょうか。あるいは洞穴に差し込む光はどのような色をしていたのでしょうか。川のほとりに佇むガジュマルの木はいつも暑いこの村のオアシスのように旅行く人を癒します。村娘が差し出した黄金の鉢から上がる暖かい湯気は、長い時を超えて語り継がれる物語とともに訪れる人の心をそっと解きほぐすのです。そしてこの場所には今日もあの足音が聞こえます。さて次回はシッダールタが悟りに至って目覚めたものとなった場所へ足を運びます。ブッダの悟りのストーリーです。そこは圧倒的な空間です。これからのエピソードも期待していてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。世界中にただいまとおかえりを言い合える場所を増やしたい、そんな思いでお届けしているただいま.earth。 高評価、チャンネル登録、コメントをしていただけるととても嬉しいです。それでは次回のエピソードでお会いしましょう。じゃあまたね。